こんにちは、ケイです。今回はこちらのスケッチブック、ターレンスさんの絵を描く手帳シリーズのスケッチブックが使い終わったので、スケッチブックツアー YouTube で検索すると、スケッチブックの中身を紹介する動画っていうのをね、見たことがあったので、私もそのスケッチブックツアーっていうのをやってみようかなと思っております。このね、ほぼ全ページで描くと、ちょっと波がね、打つ感じになってますね。水彩で絵を描いているので。こんな感じ。スケッチブックは、ここにゴムバンドみたいなのがついてて、これで止められるのが、すごい便利ですよね。普通の人は、多分ね、こっち、左をこうオープンにする感じで開いていくと思うんですけど、今思うとこのページもなんか書けましたね。書けばよかった。今度書きます。で、私は一番最初ね、書いたスケッチがこちらで、このターレンスさんのスケッチブックのリビュー動画がてら書いたスケッチで、私にしては結構再生回数が伸びた動画だったので、それがすごく嬉しかったです。で、次ね、こちらの絵を描いたんですよ。こちらは、確かね、ショート動画で上げたかな。ショートあんまり私、作るのが下手くそなのか、それともあんま需要がないのかって感じなんですけど、あまり再生されないんですけど、このスケッチは結構再生されて嬉しかったなって思ってます。なんかこの時からね、結構建物をね、スケッチしてみたいと思ってて、で、ここからは建物を中心に描いていってますね。で、このスケッチを描いてる時に動画を撮りながらこうやって絵を描いてたんですけど、その時に色塗りをね、する時に、こっちに絵の具をいつも置きたくて、私左利きなので、こっちに絵の具を置いちゃうと、こうやって手が当たっちゃうっていうか、あんまり見栄え的に良くなくて、なので絵の具はこっちに置きたかったんですよね。なので縦書きの場合だとこっちにピラピラっていうのがあると、絵の具とこれが被ってなんか盤面というか画面に収まりが悪くなっちゃったので、ここからはこっち邪道だと思うんですけど、こっちから書き始めました。なのでちょっと最初はこっちで、あとはこっちって感じになっちゃうんですけど。でね、これなんかここまで書いたよっていう感じで、本のね、しおりみたいなものもついてて、これもすごく便利だなって思いました。今ほんとね、さっきと一緒なんですけど、ここもね、なんか書けたなって思ってるので、なんか書きますね、ここ。これはね、最近、道のある風景っていう動画で、ラフをちゃんと頭使って描いたよっていう動画を撮ったので、ラフをいつもよりも考えて描いて、ラフの描き方を解説した動画をね、最近2週間ぐらい前にアップしましたね。結構気に入ってますね、自分でも。うまく動画が撮れたのと、気に入ってるやつを結構動画にすることが多いので、なのでこれは動画にしましたね。で、ここにね、もう水彩ペンっていうのをね、使って描いてるんですけれども、クレタトさんのジグクリームカラーリアルブラストっていう水彩ペンの色ナンバーを、どんな色を使ったのかってね、後で見返した時に分かるように色ナンバー書いてます。次これね、結構最近ね、あげたと思うんですけど、こちらの建物のね、建築のスケッチ、おしゃれな建築をスケッチしたい人向けみたいな感じの動画で描いたスケッチですね。こちらは動画内でも言ったんですけど、私すごいこちらよく描けて、すごいお気に入りの一枚です、本当に。なんか全然語彙力がなくてすみませんが、お気に入りです、こちら。こちらもね、あげたな。こちらもね、結構動画であげた食べ物の要素、コーヒーカップの要素と背景を組み合わせて、おしゃれなカフェをね、描いてみたみたいな感じのスケッチであげました。こちらもね、私結構色合いが青で、
アポがちょっとした感じで、で、ここに黄色のね、光がね、ある感じがすごく気に入ってますね、個人的には。これはね、日付もちゃんと書いてるんですけど、みかん、なんだっけな、これ、オレンジか、オレンジだな。オレンジを食べたやつをね、書きました。これは多分コーヒーですね。私が使っている食器、最近の結局使っている食器。今思うと両方とも花柄ですね。うちに普段持ち物的には花柄とかあんまり持ってないんですけど、なんか食器は花柄多いんだなって思いました。結構ね、この建築とか最近頑張って描けるようになりたいなと思ってスケッチしてるんですけれども、その前とかは結構食べ物のイラストを描くことが多くて、なので、結構慣れた感じで的には描けて、なんか何でもない日常の風景だけど、日常の風景っていうか、日常の食べ物っていうか、日常のものを描いただけなんですけど、結構ね、それがスケッチならではっていうか、本領発揮って感じではあるかなと思います。これもね、動画に撮ってあるから、今後ね、投稿予定。これ結構お気に入りですね、私の中では。なんかこの辺は結構調子良かったみたいですね。時間かけて綺麗に入れてるし、うまくかけてるウィークって感じですね。こちらも動画にする予定。これはね、水彩絵の具で色塗りをして、その後水彩ペンで色を重ねていくってことをよくやるんですけど、水彩ペンで色を重ねていったら、結果別に悪くないなって思えた絵です。結構そういうパターン多いです。なんか水彩絵の具でだけで塗った時に、今回失敗しちゃったな、みたいな思うんですけど、結果振り返ってみたら、悪くないな、みたいなこと結構あります。これもいいですね。これもね、私結構好きですね。なんかね、結構、その、建物だけじゃなくって、こっちになんか、別の建物っていうか、こう2段階になってるっていうか、で、なんか奥行きもあって、この街灯とかもね、いい感じで遠近感表現できて、結構うまく描けてるなって、ギガディさんって感じになっちゃってますけど、結構これお気に入りです。多分動画にするかなって思います。これも可愛いですね。これもね、さらっと色が塗れてよかったなって思います。可愛い。こういったね、お家はね、結構ね、1階建ての小屋みたいなやつは結構描きやすいと思うので、これから建物をね、スケッチしてみたいと思っている方には、おすすめのなんかモチーフだなって思います。これ横向きですね。当時ね、あんまりうまく描けなかったなって思ったけどね、今見ると悪くないですね。結構ね、木がいいアクセントになってますよね。今度は縦横って来るのにハマってたの。そんなことない。結構縦で描くことが多いですね。で、横来て縦。これ素敵じゃないですか。自分で言ってますけど、なんか。結構これうまく描けたなって思って、色合いもなんかちょっとパステルカラーみたいな感じでね。なんか、先に色塗ってから影の色をね、濃くしてったって塗り方だったのかな。ちょっと覚えてないけど、ラフな感じで、いい感じに色が塗れたなって思いました。洗顔の時点ではあんまりいまいちだったかもって思った記憶がちょっとあります。なので、色塗りで、なんか化けた作品ですね。これ当時ね、全然うまく描けなかったなって思って、ちょっとね、建物描くことでも慣れてきたから、こういったね、ちょっと立体的になってるというか、ちょっと奥行きがあるカフェみたいなやつ、おしゃれカフェみたいなやつをね、描いてみたけどね、なんか当時はね、いまいちだったかもって思ったけど、今見たら別にそんなカフェってことわかるし、なんとなくね、奥行きというか、なんかわかるから、いいんじゃないかなって思います。次は横ですね。これ、どうですか？私的には結構ね、なんかさっきの、この辺ちょっとパステルカラーっぽく塗るのとハマってるのかな。なんか、
これぐらいなんかざっと塗りたいですね、本当は。なんかね、ついつい厚塗りになっちゃう時あって、これぐらいの色の感じで、なんかうまく、色塗れたら、一番綺麗に塗れたらいいのになって思いますね。うまく説明できなくて。すいません。ああ、これか。これね。これ本当にうまくいかなくって。なんか元々のスケッチの参考にしたお写真は、結構本当夜って感じの絵だったんですよね。なので、私が塗ったら結構その色をね、塗り重ねるっていうのをうまくできなくって、なんか夜感なくて、それでうまく描けなかったなって落ち込んだ記憶です。で、なんかこれうまく描けなかったから、なんか、別のなんか手帳こちらにね、練習した気がする。職場の昼休みね、あれないかも。こっちの手帳じゃないや。1台目の、こちらのね、手帳っていうかメモ帳に練習しました。こちらもね、結構有名だと思う。この色好きで。うまく描けなかった時とかね、昼休みにね、こんな感じで練習したりするんですよ。これ、木の描き方を練習してる時とかですね。これとか。これもね、動画にしたんですけど、めっちゃ失敗したって言ってた。噴水にある公園のスケッチとか練習しましたね。昼休み。納得いかなくてもう一回書いて、あえて手前の影は書かないって書いてあります。ポイントで。ここで手前の影書いて、なんかごちゃついたから、書かない方がスッキリしていいんじゃないっていう結論に至ったらしい。これもね、旅のスケッチみたいな動画を上げたんですけども、それもうまく書けなくて、昼休みに練習してますね。でこのね、スケッチも練習したんだけどな。どっか行っちゃった。めっちゃ書いたんだけど。あった。これ、うまく書けなくてもう一度書いたやつね。コード的にはね、一緒だと伝わるかと思うんですけど、こっちの線画の方が自分的にはうまく書けたって思ってます。なのでね、機会があったらね、リベンジしたいなって思ってます。続いて、これ横だね。これあれだね。ちょっと太めのペンで書いてますね。ナチュラルに書いてる。これはね、自分的にはね、なんか、あんまり自信作じゃなかった気がする。でもこれはこれでダイナミックでいいかなと今思いますね。誰だこれカフェのね、スケッチなんですけど、動画撮ったかなーって感じなんですけど、なんか自信作だったのに動画がうまく撮れてなくて落ち込んだから動画にできないかもって思った記憶もあって、そしたらショート用とかに動画できるかもしれないんですけど、すごいお気に入りで、自分的にも結構気に入ってますね。なんかさらっと塗れたっていうか。で、先生がもね、自分的には思い描いてた通りに描けたので、すごいお気に入りです。スケッチしてる人の動画で、このカフェ描いてる人多いですね。なんか、アーティスト同じモチーフのやつ描いてるって思うこと結構たびたびありました。この建物人気です。こちらもね、街角っていうか、これも悪くないですね。でもなんかね、この後々描いた縦線がうまくなんか塗れなくって、当時はなんかちょっと、なんかいまいちって思った記憶ありますね。こちらもね、動画にね、あげましたね。コーヒー屋さんっていうか、薄めの色合いだなって思っちゃったんだけど、当時は。もっと塗れたかなみたいな。でも今思うと悪くないですね。で、このね、色、新しく買ったリンダー&ニュートンさんの水彩絵の具のレビュー動画で、色見本みたいな感じで実演しながら色塗ってったってやつ。でその時にね、このバーントシェンナ、こっちの明るい方の色の、普通の王道の茶色の方をずっとバーントアンバーだと思ってて、で、このイエローオーカーの色のことをずっとバーントシェンナだと思ってたんですよね。絵の具をレビューする前まで。この1個前に持ってた水彩絵の具が
この色の組み合わせだったんですよね。で、バーンとアンバー、バーンとシェンナで覚えちゃってて、で、なんかおかしいなって思って、でね、こっちの濃い焦げ茶色みたいな色がバーンとアンバーだった。こっちがバーンとシェンナだったっていうのをね、気づいた時には、結構動画も多分30分ぐらい、30分はいかないか。この動画を上げた時何本目だったか覚えてないんですけど、結構撮っちゃってた時にこれの間違いに気づいちゃったので、すごいね、終わったなーって思いましたね、YouTube。それでね、離れてっちゃった人もいるかもしれないんだけど、精一杯自分なりに謝って、この後ね、気をつけるきっかけっていうか、間違いに気づけたので、結果良かったなって思ってます。本当に申し訳ありませんでした。そしてね、今、この時から、この前から、動画を見てくださってる方とか、チャンネル登録してくださってる方がおりましたら、本当にありがとうございます。なので、すごい思い出の一枚となりました。これは私にとって。こちらもなんかね、影の一角みたいな感じ。当時はね、あんまつけてなかった、この絵も。けど今思うと悪くないかな。なんかそういうの多いですね、私。これもカフェですね。逆にこれ当時は結構うまく描けたって思ったけど、今思うと、悪くないけどって感じ。お気に入りとまではいかないかな。けど、線画が好きかな。色塗りがもうちょっと、って感じ。難しいですよね、ほんと。今度は縦ですね。これ、川があって、川沿いでお花とかあって、ザ・ヨーロッパの街並みみたいな感じでね。私結構この絵が好きですね。いい感じに線のね、色も塗れたなって思ってます。今度は横です。なんかこういったね、カフェのね、スケッチをね、カフェスケッチするのハマってたみたいですね。なんか、さっきの、これとか、これもだし、これとかもね、なんか建物のカフェみたいな。そういうのハマってたんだな。難しいですよね、ここで描くのって未だに思いますけど。でも結構ホワイトでね、なんとなくごまかしながらも、濃いんだけれども、ちょっと淡い感じで塗れて、悪くないかなと思います、今思うとね。あ、じゃあ縦だ。路面電車スケッチ。これすごい難しかった。線画がね、自分的には。全然バランス取れなくって。この辺とかちょっと見てわかると思うけど、間違って塗っちゃったりとかして、めっちゃホワイトペンでね、なんとなくごまかして、なんかすごいね、なんかうまく塗れなかったなってね、思ったあれでしたね。でも今思うと、頑張ったなって思います。これもか。これもなんかね、横ですね、今度は。ヨーロッパのお家みたいな感じですよね、街並みの。これもね、楽感ね、感じますよね。けどね、あんまり当時うまく描けなかったなって思いました。でも今思うとね、うまく描けなかった絵もね、なんか可愛らしいって思いますね、今思うと。これか。これはちょっとね、太めのペンで、ここ最近でね、多分ね、これはまあまあマシだけど、これとか、これで、あんまり自分的にはね、自信作っていうか、なんかね、リリペンがうまく描けなくなってきたってね、ちょっとね、思ってる時期だったのかな。これもね、なんかあんま線画が、これもか。そう。だからね、リブペンっていうね、筆先が筆ペンみたいになってる、筆ペンまではいかないんだけど、ちょっと太めのね、ペンをね、使ってね、描きました。私がね、スケッチをね、始めたきっかけになったペンで描いたんですよね。懐かしいです。この後出てくると思うけどね、動画でもね、リブペンをね、紹介した動画はね、結構ね、コメントもいただくこと多くて、買いました、みたいな感じで、すごい嬉しかった記憶が。でね、ここでリブペンでちょっとね、いい感じに描けたから、この後ね、もう一回ね、いつも使っているミリペンっていうね、ピグマペンでね、
もう一度細めのね、ペンでね、0.1 ミリだと思うんですけど、書いてみて、まあまあ悪くないけど、なんかね、荒野みたいなやつ。ここまでね、なんかうまく書けなかったなって思った記憶がありますね。あ、そう、これ動画でビブペン、初心者さんにおすすめのペンみたいな感じで、ビブペン、さっきのね、これか、このを書いた、同じペンで書いた、昭和レトロのお店みたいな、建物みたいな感じのね、ものを書いてみたんですけど、これはね、結構ね、ビブペンとの相性が良かったのか、なんかうまく、自分的には結構さらっとスケッチできて、お気に入りの一枚になりましたね。うん。で、火を取り直してもう一回ね、右ペン、細い方のペンでね、書いてみて、まあ悪くなかったけど、この辺ちょっとごまかして、ホワイト使ってごまかしてますし、色塗りもね、ちょっと悩んでるのかな。なんかまたちょっとうまく塗れなくて、私リブペンの方が向いてんのかなとか、こっちのね。なんかちょっとね、この時もちょっとミリペンスランプにまだまだ入ってますね。ああ、これも頑張ってね、ミリペンで書いたんですよね。ちょっとダイナミックにこっち側のはみ出してっていうか、いつもはこっち側だけ、縦書きの時は、こっちの左側だけに書くことが多いんですけど、こっちの右ページにまでまたがって、結構ダイナミックに書いてみたんですよね。今思うと結構色も黄色でね、綺麗に塗れてるし、小雪もこの辺とかもラフな感じでスケッチできたから、悪くはないですよね。で、なんかね、この辺だいぶホワイト使ってごまかしてますね。うん。この時はね、結構ミリペンで書いたりリブペンで書いたりみたいな感じで、結構ミリペンでうまく書けなかった次の日リブペンでみたいな感じのことが多いですね。でもね、やっぱね、ミリペンで書くときは結構こうやって細かいところをね、書くのにね、なんか向いてるんですけど、リブペンはね、結構細かいところがね、やっぱね、書きづらいというか、結構大雑把なね、やつに向いてますね。大雑把な形を書くのに向いてるのがリブペンだなってね、この時ちょっと思いましたね。このスケッチを描いた時は悪くないけど、この絵はちょっとしたらミリペン向きだったかもって思った記憶がありますね。これもね、リブペンでもリブペンじゃないな。ミリペンなんだけど、リブペンかもしれないけどミリペンかもしれない。難しいな。どっちかちょっと動画にも撮ったかちょっと覚えてないんですけど、ただ動画に撮ってたらちょっとそれ見て確認したいと思うんですけど、多分ね、ミリペンの 0.5 ミリ使って書いたのかなとちょっと思いますね。思ったよりね、結構ね、なんかここまで結構濃い色で塗るの苦手だったんですけど、濃い緑が塗れたのが自分的には成長したなって思いますね。何の成長って感じですけど。うん。あ、ここでね、ちょっとね、太めのペンでね、ちょっと腕慣らしというか、ここでね、してったので、ここでミリペンでスケッチしてみましたね。ちょっとなんて言うんだろうな、カントリーな建物ですね。本当はね、多分この建物以外にもこの辺にもね、背景で描くものがあったんですけど、あえてここだけに集中して描いた記憶。やっぱね、ミリペンはね、こういった細かいのを描くのにすごい向いてるなって思います。嫌いじゃないですね、この絵。なんか、やっとこの辺、ミリペンスランプから抜け出せたような気がします。うん。逆にね、こっからね、ちょっとね、リブペンスランプっていうか、リブペンでうまく描けないループにちょっと入ってきちゃったなって印象。うん。これあんまりね、当時もね、今見てもね、なんかもっと描けよあったなって感じ。このモチーフ自体は悪くないと思うんですけど、色塗りは悪くないかな。なんかペン画があんまりうまく描けなかったなって、今見てもちょっと思いますね。これもか。これもね、色塗りもね、厚塗り感になっちゃって、これもリブペンで描いたんですけど、なんかこの時絵を描くことがね、ちょっとスランプに感じてるかもしれない。なんか一瞬ここで抜け出したかって思ったけど、ちょっとね、自分的には簡単なモチーフをね、選んでみたつもりで描いてみたんですけど、なんかね、思ったよりもね、
構ね、ほんと違ったんですよね、自分の中では。けど今見るとね、悪くないですよね。私、ゴッホっていう、皆さんも知ってると思うんですけど、ひまわりとか、なんか有名な、私が一番好きな絵画は、夜のカフェテラスっていう絵画なんですけど、みんな大好きゴッホの絵にね、ちょっと近く描けたかなって今なら思いますね。当時はあんまり好きじゃなかったんだけど、なんか、この明るい色合い、なんかもっとこの辺に黄色とか入ってたら、ゴッホっぽかったなって勝手に思います。悪くないとは思う、今思うと。あ、これもね、この当時全然うまく描けなかったって思ったやつ。多分ね、この時めっちゃスランプだったな。なんかリブペンでうまく描けなかったから、で、ここでうまく描けた気がしたから。もう一回ミリペンでね、私ミリペンの方が向いてんだぐらいの感じで描いてみたら、なんかね、いまいちって思った気がする。けどまあ、お気に入りではないけど別に悪くないかなとも思いますね。これをね、この時ちょっと本屋さんのね、ブックって書いてあるんですけど、本屋さんをね、ちょっと書くのにハマってたみたいで、だからここでもね、本屋さんとなってますね。これ、リブペンで書いたんですけど、自分的には結構お気に入りですね。色もね、結構さらっとね、自分的にもね、いい感じに塗れて、赤がね、いい感じだなって思って。で、この黄色、店内の木の本棚なので、ちょっと店内の光みたいな感じが自分的にはうまく塗れて、ちょっと自信作。動画にしたかは覚えてない。なんかこの辺ちょっとね、スランプ感じすぎてね、動画にしてなかった記憶もあって、どうだったかなって感じです。動画撮ってたら動画にあげると思うんで、ちょっと待っててください。これね、ミリペンで描いたね、レストランみたいな建物なんですけど、当時も私、今見てもこれ結構好きな絵ですね。動画にしてたらいいな。そしたら、動画撮ってたらいいなって思うぐらい、結構うまく塗れて、久々にね、自己肯定感が上がりました。そのスランプ続きだったこれもね、なんかお花屋さんみたいな感じなのかな。これもね、結構自分の中ではね、自信作です。久々にちょっと自信作が続いて、嬉しいみたいな気持ちになってますね。これも動画にしてたらいいんだけど、どうだったかな。これもね、ここからちょっと日本系のね、ものも描いてみようって気持ちになって描いたやつ。色塗りがね、なんか日本って結構茶色とか黒とか、この瓦屋根とか、そういうので使ってるのが多いから、色を濃く塗らなきゃいけなくって、ここからね、あんまり使わなかったけど、水彩絵の具のこの黒のね、ランプブラックをね、結構使うようになりましたね。今までにランプブラック塗りすぎちゃったりとか、他の色と混じっちゃったりとかして、うまく塗れない時もあるんだけど、でもなんかいい感じに黒くできるから、結構好きですね、今思うと。なので結構使ってってますね、この辺からは。で、調子に乗って、そのランプブラックをね、結構使って描いたんですけど、なんかこれもね、あんまりうまく描けなかったな。カフェなんですけど、色はね、いいんだけどね、ちょっとね、色数が逆に少なすぎて、白と赤と黒っていうね、だからなかなか色塗りが難しかったなって記憶があります。先生がもうね、この辺でね、ちょっとね、ミリペンでちょっとうまく描けたってね、思うことが多かったから、これはリブペンでうまく描けたやつだけど、これリブペンで、1個前のリブペンもね、うまく描けたから、ちょっとね、スランプを忘れてて、で、また、あんまり自信作じゃないやつが来て、ちょっと落ち込みましたね。これか。私、年でダイエットしてて、それでダイエットを意識して、MCT オイルと、牛乳 100% みたいなバター、グラスフェットバターっていうのかな。をね、買ったんですよ。で、それで作ったバターコーヒーをね、飲んだよってやつ。初めてね、バターコーヒー飲んだ時に、スケッチしてみました。久々に食べ物スケッチしてみて、ちょっとスランプがこれでうまく描けなかったから、なんか建物やっぱ私向いてないのかなって気持ちになっちゃったんですよね。それで、なんかちょっと貯金に戻って、なんて言うんだろうね、食べ物をスケッチしてみたらどうだろうかって思って、食べ物をスケッチしてみたんですよね。
今思うと悪くないですよね。このね、コーヒーカップね、今ね、ここの取っ手の部分が取れちゃって、ない状態になってる。だからね、なんかすごい逆に懐かしい気持ちになってますね。そうそうそう、もともと取ってあったんだよな、みたいな。うん。これどうですか？これでね、こっちでね、ちょっとね、絵をね、描くことをね、楽しさを思い出して、で、もう一度ね、リブペンでね、思い描いてたように描けるようになりたいって思って、描いた作品なんですけど、これは結構ね、自分の中でもね、いい感じに描けたと思ってます。久々のお気に入りですね。なんかさ、リブペンだとこうやってベタみたいなの塗るのすごいなんかうまくできるから、いいなって思いますね。これは珍しくって言い方おかしいですけど、久々のお気に入りです。これどっちなんだろう。これはリブペンかもしれないけど、リペンの太いやつかもしれない。これね、でも全然うまく描けなくって、ここめっちゃごまかしてるんですけど、ホワイトでね。ちょっと動画にも撮ったけど、ちょっと動画にするかはわかんない。ちょっとしたらショートにするか、しないかもしれないから、ここで最後かもしれないんですけど。けど今思うと別にそんな悪くないけど、なんか頑張って描いたなっていうのが伝わってきます、自分でも。調子のいい時だったらもっとうまく描けたんじゃないかなって思います。この時は多分調子が悪かったんだろうな。これもね、ちょっと日本っぽい感じの雰囲気の建物。水彩ペンでね、色を塗り重ねてって、色味をね、頑張って調整して描いたなっていうくらい。悪くはないかな。これもね、本屋さんブームがね、まだ続いてなのかといった感じなんですけど、でもね、この辺の周りとか建物があったと思うけど、あえてここだけしか描かないでっていうのをやってみて、リードペンでね、描いてね、結構ね、私的にはね、好きな一枚ですね。色塗りもね、結構、なんかレトロな感じが感じられてよかったなって思います。若干ね、リブペンって書くとね、リブペンで描いたものを上から塗ると、ちょっとね、黒っぽくなっちゃう時がたまにあって、この辺、水色の部分がそうなっちゃったかなって思ったんですけど、なんか影とかを後からこう水彩ペンで塗り重ねれたりとかしたので、まあ、結果別に馴染んだかなって思います。そういうこともあるといった感じですね。カントリーな感じの草原の中にある、緑の中にある建物。この時ね、めっちゃね、目の調子が悪くって、全然うまく描けなかったってね、思ってめっちゃ落ち込んだんですけど、自分の調子も悪かったので、簡単なモチーフを選んで描いたのに、あんまりいまいちで落ち込んだって記憶がある。だからね、結構水彩ペンで色重ねて頑張ったんですよね。でも今思うとこことかいい感じに空とか結構綺麗なグラデーションになってるから、色ね別に悪くないなって思いますね。なんか当時はうまくいかなかったなって思ったんですけど、頑張ったって感じ。もう、これからのこれで、結構これ自分の中で結構好きな絵ですね。いい感じにスケッチできたって思ってます。そう、こういったね、建物をね、さらっと描けるようになりたいなって私は思ってるんですよね。これが結構さらっと描けて、色塗りもね、そんな厚塗りせずに、さらっと塗れたから、結構本当好きな一枚です。今度は横ですね。これは結構日本の美容室。これも結構水彩ペンでね、重ねてったりとかもしたんだけど、なんかそれが結構いい感じの味が出て、好きですね、これは。で、ほら、水彩ペンで描いたのを、ちょっと思い出したかのように、メモして、色ナンバーメモしてますね。結構好きな一枚です、これは。で、これね、日本のものをね、この時描くのにハマってたみたいで、酒屋さんみたいな感じかな。これめっちゃうまく描けなくって、この辺とかめっちゃホワイト使っちゃったんですよ。すごい落ち込んで、これ朝つけてしたんですけど、確か。その後、その昼休みか、その出先のカフェかわかんないけど、さっき同じで、これのね、
これ紹介した時と一緒で、練習しました、その後。なんか、うまく描けなかった時、落ち込んで終わりってこともあるけど、本当にうまく描けなかった時は、その後もう一度描くってことを結構やるみたいで、私。これ、やっぱりこっちの方がバランスよく描けたなって思いますよね。本当結構ね、遠近法とかをね、自分の中でね、頭の中で噛み砕いてね、練習しましたね。線のね、こっちのこことここの角度は一緒で、こっちに焦点が、こう、なんていうんだ、通略していくようなイメージ、交わる点を意識するとか、縦の線はまっすぐ、縦の線はまっすぐとかね、メモしてますね。こういう系の、こう二面が、建物なんだけど、こう二面が見えてるみたいなやつはね、バランス大事なんだなって、このスケッチをね、通してね、思いました。本当に。まあ、修正液使った割にはね、逆に修正液が、絵の具みたいな感じになって、今思うと別に、そんなに修正液でバランスも修正したので、まあ悪くないかなって思います。スケッチブックにね、さっき見せたやつ書いて、なんか色塗りしてみたいですね。次書きます。そう、これもね、台湾とかアジア系のね、観光地の建物って感じですよね。すっごい自信作で、これ結構自分の中でね、うまく描けたなってね、思ってます。このさっき言った縦線、2面が見えてる建物。でこう縦があって、でここのやつ、こう、なんていうか、つながる点のね、焦点っていうのをね、意識しながらね、めっちゃ描きましたね。描いた時に緊張した記憶があります。これがあって、練習があって、もうこれだったから。で、結構思い描いてた通りに描けたから嬉しかったなって思ってます。かわいいですね、これ。リブペンで描いたのかな、多分。悪くない。なんかね、多分ね、朝ね、寝坊して時間なかったのかなって思います。だからね、ここでね、結構2面とか行って練習してるんですけど、時間がなかったから、多分簡単な平面、パッと見、表面から見た建物をね、チョイスしました。朝寝坊して時間がない時とかは、結構こういったモチーフ選びがちですね。この周りの部分をね、あえて描かないで、なんとか完成に持ってった感じ。これもね、ちょっと日本っぽい建物で、なんか京都の郵便局みたいな感じですね。色合いは綺麗ですよね。水彩ペンのね、このナンバー036、これ使うと結構綺麗な水色が塗れますね。絵本の中にありそうな建物で、黄色とブルーグリーンみたいな青っぽい色が組み合わさってて、結構私が好きな色合いだなって思います。このね、枝とかもね、木のやつとか、後からペンがないところに木とか描いて、結構冒険したなって思います。こういった冒険も楽しいなって最近は思いますね。これ結構ナチュラルに描けた感じがしますね。ちょっと朝時間なかったのかなって思うんですけど、もうちょっと本当塗り重ねたいって思ったけど、時間なかったからここまで終了って感じになっちゃったっぽいけど、悪くないですね。私結構これぐらいの色の重ねぐらいが好きなのかもしれないですね。これもね、日本のね、地下に続くコーヒー屋さんみたいなやつ描いたんですけど、水彩絵の具でもううまく塗れなくって、ペンセンガーもなんかいまいち、自分の中でいまいちで。で、水彩絵の具で塗った時もなんか、って思って、で、水彩ペンで頑張って修正しようと思ったけど、結果なんか積んでいかみたいになっちゃって、自分的にはいまいち。これもね、練習しましたね。やっぱバランスだね。これもね、色塗ったらこうなっちゃうかもしれないけど、だからね、これも色塗りリベンジしたいですね。ペンセンガーはね、自分的にはね、なんとなくうまくいってリベンジができたから、色塗りリベンジしたいですね。思い描いていたように描けたって思った時と描けなかった時のね、差が激しいな。これいいんじゃないですか。本当自分で言うなよって思われてるかなとも思うんですけど、
色合いもなんか紫と赤ね、基調とした感じで、で、中のね、光がちょっと黄色みたいになってるのが好きなんですけど、なんかそれもうまく塗れて、個人的には結構これいい感じに塗れたなって思いますね。色塗りがすごい人気ですね。これか。パン屋さん。これあえてね、文字をね、後からホワイトで入れたのがいい感じだなって今はね、思います。まあ今思うと悪くないかな。当時はね、なんかあんまうまく描けなかったらちょっと落ち込んだ記憶ありますね。やっぱちょっと思い出しますね。忘れちゃうけど思い出すというか。これか。これはね、今見てもね、あんまりね、自信作じゃないっていうか、うまく描けなかったなって思ってね、落ち込んだ絵。赤い部分が私ちょっと苦手なのかもしれない。だからさっき見せたこれが赤なのにうまく塗れたのがなんかね、嬉しかったのかもしれない。だから色塗りうまくいったって思ったの。なんか赤使うとね、大抵ちょっと落ち込むこと多いんですよね。これは緑だけど、なんかこの辺の赤とか、なんかうまく塗れなかったなって思って、なんか線はミリペンなんで細いのに、やっぱ厚塗り感が出ちゃったのが、なんかね、バランス悪いなって思ってますね。悔しいので、これもリベンジしたいですね。やっぱリベンジしたいっていうか、やっぱ書いてましたね。で、多分こっちの方が 0.3 ミリとかのペン、これが、ステッドラーさんのミリペンで 0.3 ミリで、こっちが 0.1 ミリで書いたから、フィグマペンのね。だから、ちょっと太めの線の方が、この絵はなんか向いてるのかもしれない。これペン線画自体はね、結構うまく描けたって思ったんですけど、当時ね。けどね、色全然うまく塗れなくって、この辺とかでね、ちょっと多分水彩ペン使ったんですけど、ちょっと厚み感みたいになっちゃって。でも今思うと街灯とかもなんか出てるし、建物が2面になってるパターンのやつとかも意識してね、描けたから、悪くはないんですけど、なんか当時色塗りは失敗したなーって思った記憶があります。難しい。これも結構ナチュラルに色塗れて、線もかけてね、普段あんまり描かないであろう人とかね、ちょっとね、なんとなく描いてみたんですけど、悪くないかなって思います。なんか色合いも結構好きですね。これね、カフェみたいな、カントリーなお家、一回カフェみたいな感じなのかな。カントリーなお家。その時もね、ちょっと時間なかったんですよね。時間ないのに、ちょっと描くのが、ちょっとこっちとか意識しなきゃいけないモチーフ選んじゃったから、色塗りめっちゃ途中みたいな感じに感じられるんですけど、今思うと、これぐらいラフな感じで色塗れてるので、なんか色のこと的には結構好み。だけどね、このスケッチの元にした写真を見ると、もっとこの辺とかも濃かった気がしたから、これもあってもうちょっと塗り重ねたかったなっていう気持ちはあったのかもしれない。スケッチ自体は結構ね、いいかなって思います。これもね、リブペンか 0.5 ミリのリブペン。多分リブペンだな。リブペンで描いたね、ちょっと韓国の猫や。これはね、あんまり字うまく描けなかったって思った記憶ありますね。でもまあ今思うとなんか雰囲気合ってていいかなと。これか。この辺とか水彩ペンで塗ったから、なんかすごい濃い感じの色合いですよね。ペン線画は結構さらっと描けたなって思ったけど、ペン線画とだから色塗りが合ってないって感じもするのかな。けど別にそんなに悪くないかなといった感じ。可もなく不可もなくって感じ。でもお気に入りではないって感じ。難しい。これか。今度は横ですね、久々の。チョコレートハウスみたいな感じで、久々のね、平面のね、でもさっきも平面か。全然久々ではなかったんですけど、平面の建物のスケッチで、今思うと悪くないですよね。当時はちょっと色塗り失敗したかもって思った記憶があったんですけど、ペン線画はね、うまくいったなって思ってました、当時も。
で、色塗りで失敗したって思ったけど、今見ると結構好きなスケッチかもしれない。悪くない。動画撮ってるかな。これもなんかカントリー系のね、お店お家ですね。かわいい。青とね、茶色を基調とした感じで色が塗れて、ちょっとこの辺修正機使ってるけど、悪くないかなと。これも結構お気に入りです。これね、この日はめちゃくちゃ覚えてます。時間なかったから、この平面になってるみたいなやつ選んだんだけど、なんかちょっと斜めになってて、平面と言いつつね、前から見たあれだったんだけど、でここだけしか書かない予定だったんだけど、なんかそれだとなんか、あまりにも何を書いてるのかわからなかったから、いろいろね、足してね、書いたんだけど、で、本当に急いで書いて、朝寝坊したから。で、水彩絵の具をその用意してる時間もなさそうってぐらい時間もなかったから、全部水彩ペンで塗ったんですよ。で、水筆っていう筆先からちょっと水が出るやつで色伸ばしながら塗ったから、すっごい色塗りが雑。で、色塗りもね、全然うまくいかなかったって思って、すごいモヤモヤした気持ちで会社に行った記憶があります。明日こそ絵がね、描ける時間に起きたい、余裕持って描ける時間に起きたいってこの時思いましたね。そういう時もありますよね。学びました。ちょっと時間あったのかな、この時。ちょっと覚えてないんですけど。これ悪くない。今思うと結構好きですね。この感じのテイストは。リブペンかな。リブペンって書いた割には細かく書けてて、でね、色もね、そんな色数使ってない感じ。緑とちょっと茶色とピンクっぽい茶色みたいな。統一感あっていいなって思います。悪くない。もう、これもなんかカフェみたいなね、感じのね、スケッチなんだけど、このね、こっち側って面があって、で、こっち側にこっちがあるっていう、一時期ちょっと苦手だった二面のちょっと立体的なね、建物なんだけど、ちょっとね、この辺瓦屋根っぽくなってる。日本っぽいんだけどさ。これめっちゃ好きですね。好きなんかいって感じかもしれないけど、めっちゃうまく描けたって思ってます。今見てもすごい好きな感じ。色もね、いい感じに塗れて、多分バンとシェンナ一色でこの辺とか塗ったと思うんだけど、なんかそれがね、色鮮やかな感じでいいなって思いますね。色塗りもペン線画もこれはお気に入りです。今思うと悪くないか。当時はね、これあんまり好きじゃなかった記憶がありますね。その辺、なんかちょっとね、奥行き感がある、なんか洞窟っぽくなったみたいな絵って難しいなって本当にちょっと思った記憶がありますね。でもなんかこういうね、絵をね、さらっと描けるようになりたいですよね。外国のおしゃれな風景。悪くもないし、別に悪くないかなって思います。これも水彩ペンのペンナンバー書いてますね。これも前にね、木があって、後ろに建物があるみたいな。こういった結構ね、お写真っていうかスケッチの参考にするお写真も結構好きで書いてますね。家の模様とかをね、レンガ模様みたいなのが、白いね、線が入ってたから、それを後からホワイトでね、書いたなって記憶があって、なんか、悪くはないですよね。頑張ったなって思ってます。頑張って書いたなって感じ。その前に物がある中、後ろにもあって、なんか頑張って書いたなって思います。はい。すごいこれ、すごいナチュラルな感じですね。黄色でささっと塗って、茶色があって、空の色があってっていう。時間なかったのかなって感じだけど、でも逆に時間あったかもしれないけど、これで終わりにしてもいいかなって思えた絵かもしれない。結構好きですね。黄色もね、いい感じだし。この細いミリペンがね、いい味、マッチしてますよね、この絵には。相性が良かったなって思います。ペンと色塗り。これもミリペンで描いたんだ。これは、あんまり自信作ではなかった記憶があります。
ペン線画のまではうまくいったなって思ったけど、色塗りの時にね、って思った記憶がありますね。でもなんか、クリスマスハウスみたいな感じのアイテムが、あるお店だったと思うんだけど、その色塗りが難しかったなって今思うけど、悪くないかな。で、水彩ペンをね、うまくね、浮かして塗れた時と塗れなかった時が多いなって思いますね。これちょっとね、水彩ペンうまく使えなかったなって思ってます。そっか。これで、この後、一旦水彩ペンなしで絵を描いてみたんですよね。1階が建物で上がマンションみたいになってる外国のね、おしゃれなお店のスケッチですね。個人的には結構好きですね。色塗りがね、久々にすごいうまくいったって思って。オレンジっぽい色、さっきうまく塗れなかったって言ってオレンジっぽい感じ、赤がうまく塗れたっていうか、個人的にはお気に入りな感じで塗れたから良かったなって思ってます。久々でもないか。これはどうなんだろう。リブペンかもしれない。これリブペンか。久々のリブペンでのお家。これ結構自分的には好きですね。なんかリブペンとの相性が良かった。なんか色塗りもナチュラルな感じで塗れて、結構お気に入りですね。なんか今後2連続でお気に入り続いて嬉しいなって感じですよね。サンドイッチのお店を描きましたね。これもね、リブペンで描いたみたいなんだけど、結構ね、お気に入りです。これ結構上手に描けたなって思って。あえて建物だけをね、描いて、背景を絵の具だけでね、なんとなくね、表現した。で、このお店を目立たせる感じにしたんだけど、すごいなんか色塗りもね、さらっとした感じで塗れて、よかったなって思います。これお気に入りです。2連続で横。これもなんかね、こういったね、小屋みたいな、外国の2階建てか、これは屋根、1階、2階なのかわかんないけど、なんかこういった二分割的な感じの絵って結構描くのね、慣れてきたというか、あんまり時間ない時とか、難しいもの描けなそうって思った時とかは、おすすめのモチーフですね。こうやって絵は本当に。悪くなく、草でだいぶごまかしてスケッチできたなって思ってます。いい感じ。なんかね、これ川っていうか、川沿いの小屋みたい、お家みたいな感じだったんだけど、ブルーがね、基調としててね、今思うと結構色は綺麗ですよね。当時はね、ちょっと、こんなブルーみたいなのは塗ったことがなかったのか、ちょっと色のね、見分けというか、にね、ちょっと困った記憶があるんだけど、今思うと結構悪くないかなって思います。これもなんかね、コーヒー屋さんみたいな感じなんだけど、結構ナチュラルにね、色塗れましたよね。今思うと悪くないかなって感じ。なんかでも当時はね、あんまりうまく描けなかったなって思った記憶あります。これもね、こっち側にね、ちょっとはみ出してね、ページをね、またがるチャレンジで描いてみましたね。カフェですね。でも結構絵の具が混じっちゃってね、うまく描けなかったってね、思ったんだけど、当時は。けど今思うと悪くないかな。結構好きですね。今思うと悪くなかったなパターン結構あるんですけど、悪くない。頑張ったなって感じです。これか。もうすでにここにね、練習っていうか、このペン線が描いて色塗った後、この辺とか全然うまく描けなくって、ペン線画が失敗したって感じかな。で、色塗りでごまかしを頑張ったけど、全然ごまかせなくて、で、家に帰ってきて、もう一度ペン線画をね、リベンジしたんですよね。空いてるスペースがあったから。多分動画にはしないだろうって思ったのか、ここに書いてみたんですけど、こっちの方がね、うまくいった。でね、確かね、このね、街灯の、ね、位置をね、間違ったのか、なんかね、覚えてないけどね、先に街灯を描いた気がする。こっちの新たなスケッチの方は。まあなんかね、書く順番とか難しいなって思いましたね。でもいろいろ学びになった。色塗りに時間があるときにリベンジしたいですね。塗りたいですね、ここ。で、
スケッチ終わりですね。そう、最初に戻ってきました。そう、一番最後のスケッチが、最後のページが失敗しちゃったのが、なんかすっごい悔しかった記憶がありますね。でもね、今思うと、こっち側色塗ってるけど、こっち側、作品には全然影響してないですよね。一応影響するかなって思って、なんて言うんだろうな。一応、この絵を描いた後ろには何も描かないみたいな感じのことが多かったんですけど、こんな感じでね。けどなんかそこまで影響しないですね。うん、影響なさそう、色塗っても。多少波は打つけどね。だから、こっち側にも描いてもいいのかもしれないですね。まあ、自由だと思います。スケッチブックとして保管しとくのなら、こっち側の部分にも描いてもいいと思うんだけど、例えば、なんだろうな。これを切って、なんか作品として展示するとか、別の使い方をするんだったら、後ろを開けといた方がいいかなって。私はね、ひょっとしたらなんかそういった使い方もするかもしれない、思ったのかもしれないですね。1ページ1ページ書いた方がなんかやっぱ見やすいなとは思うので、その時の気分次第かなとは思うけど、これもこっちに書いちゃった。こっちにも書いても全然 OK だと思います。ひょっとしたら、私の動画を見てくれてる人で最後の方にいつも宣伝してるんですけれども、最近のね、動画では。ブログの記事にも上げておりますので、文章で読みたい、じっくり読みたい方は、そちらで見てみてくださいみたいなこと言ってるんですけど、多分この動画とか言ってたと思うんですけど、こういう私ブログが台本みたいな感じで、あれを喋って動画にしてるんですけど、本当に今アドリブで喋ってるから、お気づきの方もいると思うけど、めちゃくちゃ喋るの苦手で、台本がないで喋れなかったりとか、アドリブ苦手なのかなって思いますね。だけどなんかね、人柄みたいなのをさ、伝わんないじゃん。なんかただ文章を読んでるみたいな感じになっちゃうからさ、なんか本当はね、そのアドリブで書きながらああだこうだとか言ったりとか、雑談しながらスケッチとかもね、やってみたいなとは思ってるんですけど、なかなかね、そういうスタイルにね、するの時間かかりそうだなってね、思いますね。そんな感じで今回は、ちょっと急に締めに入るんですけど、このターレンスさんの絵を描く手帳シリーズのスケッチブックが一冊使い切ったので、それのスケッチブックツアーをやらせていただきました。ほんとね、だらだらとね、喋った感じのね、雑談的な感じのね、動画でもあったんですけど、見てくれてね、聞いてくださって、ここまで本当に全部見てくださった方おりましたら、本当にありがとうございます。今回紹介したスケッチは、動画に撮ってあるものは随時ね、動画にしていく予定なので、多分ね、次はこの辺とかをね、動画にする予定なんですけど、動画にする予定なので、よかったらね、今回紹介したスケッチで、描き方とか、どんな感じで描いてったんだろうってね、気になっていただけたら、今後のね、動画もチェックしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録して、その動画を待っていただけたら大変嬉しいです。よかったら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。グッドボタンもね、押していただけたら、結構励みになります。本当に嬉しいなって思います。グッドボタンは本当に嬉しいです。なんかもう本当にありがとうって思ってます。チャンネル登録も本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。ここまで見てくれて本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。